の参政党北野平也議員の代表質問に対しまして一言申し上げます。まさかこの議場で教育直後を復活させようとする主張を述べられたということは大変遺憾であり、私は憤りを覚えます。どのような思想を持つかは個人の自由ですが、歴史を曲解する主張を議論をできる場ではない代表質問の場で行ったことに抗議をさせていただきます。来年の令和7年は第二次世界大戦の終結から80年の大きな節目を迎えます。私の祖父も満州にて騎兵として従軍をいたしました。親戚には戦没者も数多くおられ、ご遺族の方々は大変なご高齢となっておられます。今改めて昭和から平成令和にわたる移り変わり、世代が変わる中において、戦後政治の総決算として参政党は3つの重点政策を国会や各市町の議会におきまして、日本国を良くしたい、地元を良くしたいという思いを述べさせていただいております。一体この80年間の日本の教育と人づくりは本当に良かったのか、どうであったのかの検証が国も市町も一般国民にわたるまで必要であると私は考えております。今から戦後すぐのお話をするので、前提として明確にご理解をいただきたいところがございます。それは私を含めまして参政党は理念にある通り大調和を目指す党です。決して軍国主義を主張する立場ではございません。現在のロシア・ウクライナ戦争におきましても、日本はウクライナに対して人道支援を行うだけでなく、まずはすぐに日本が停戦の仲介を行い、停戦和平を行うことが重要だと考えております。戦争が停戦にもなっていない中で復興支援のことを考えるのではなく、まず停戦することで戦争における残虐行為がなくなり、人命が助かり、瓦礫が増えずに戦後復興ができるのは当然です。和平停戦がまず第一です。戦争が継続中に復興支援に投資しても、ミサイルや銃弾の餌食となり、人命やインフラなどの施設は壊れながらにして作っていく、非常に無駄の多い行為になってしまいます。まずは停戦のための労を日本が真っ先に取り、戦争当事者双方の国民の生命と財産を守り、戦後復興に日本国民の貴重な税金で支援するのが日本政府の役割だと私は考えております。ここで改めまして日本国民、森山市民の皆様にレッテル貼りのないお心で誤解なく理解をいただきたいのは、私を含めまして参政党は世界の大調和を目指す党です。大切な日本国は守りますが、決して侵略的な軍国主義を目指す国粋主義者ではなく、大調和を目指す政党であることをここに申し述べておきます。話題をお戻しし、戦後80年の振り返りの1番目として改めて歴史を振り返ります。昭和20年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾して降伏をいたしました。その後日本は連合国軍最高司令官総司令部ジェネラルヘッドクォーターズ GHQ に昭和27年の4月28日サンフランシスコ平和条約発効まで約7年半の間占領されます。その間 GHQ は占領中の日本にさまざまな改革の指令を出しました。5大改革と言われたのが簡単にまとめますと、1つ目、男女同権の推進、2つ目、労働組合の結成奨励、3つ目、教育の自由主義化、4つ目、全体主義からの解放、5つ目、経済の民主化、具体的には農地改革、財閥解体などがございました。そして日本政府に対して4大教育指令と呼ばれた命令を発布しています。この内容が戦後80年の現在も大きく引きずっており、森山省の教育にも影響していると考えております。文部科学省によりますと、第一の指令は日本教育制度に対する管理政策です。これは教育内容の教育職員及び教科目教材の検討改定についての包括的な指示と、文部省に総司令部との連絡機関の設置と報告義務等を課しております。分かりやすく説明させていただきますと、 GHQ が日本教育制度の管理を行い、 GHQ の占領政策に対して批判するものを教育界から徹底して排除する基本方針のことです。第2の指令は教育及び教育関係間の調査、除外、認可に関する権が発せられました。これは軍国主義的極端な国家主義思想を持つ者の教職からの排除について具体的に指示をしたもので、これによりいわゆる教職追放が施行されることになりました。これは公職追放の一環として第一指令に従って GHQ の政策に反対する官僚や教職員を解雇するように指示を出したということです。
つまり GHQ の考える民主主義を日本に実行させるための弊害となる思想を持った職員を追放したということです。第3の指令は、国家神道、神社神道に対する政府の保障、支援、保全、監督並び交付の廃止に関する件です。これは信教の自由の確保と極端な国家主義と軍国主義の思想的基盤を成したとされる国家神道の解体により、国家と宗教との分離と宗教の政治的目的による利用の禁止という原則を実現させようとしたものです。これは国家神道に対する政府の保障や支援を廃止し解体させるということです。戦後は憲法によって政教分離の原則が規定されており、戦前までに当たり前のようにございましたお宮参りや七五三というような文化が極めて少なくなった直接的原因です。これはつまり2000年以上にわたる日本の歴史や伝統の正当性を教育できないようにしたということです。実際に戦前までは日本の地域のさまざまな集会は主に神社で開催されていました。日本語で政治の祭りごとはまさに神社で開催されるお祭りに密接に関係していたわけでございます。戦後は神社に代わり各地に公民館等を作り開催することになりました。私も政教分離の原則を守ることは重要であると考えております。過剰に自己肯定的で排他的な宗教思想が政治に関与することが戦争を引き起こしてきたことは過去の世界の戦争の歴史の上においても明白であり、政教分離は必須であり、それは当然現在も継続していると考えております。しかし結果としてこの突如として行われた政策が従来まで大変豊かであった、また盛んであった日本の地域性や兄弟を奪った事実にもつながることを明白であったと考えております。例えば日本国内ではねぶた祭り、阿波踊り、だんじり祭りと森山市でも勝目の火祭りなど盛大な祭りを行っている地域は地元愛が強く、その中心は歴史と伝統を表す日本の伝統行事が根付いている地域です。結果的にお祭りが盛んな地域は地元愛が強く、地域密着の住民の方が多いことも事実です。戦後今まであった郷土愛の根っこの部分を教育から切り離されています。 GHQ の第4の指令は終身日本の歴史及び地理の停止に関する件が発せられました。これは軍国主義及び極端な国家主義的思想の排除を教育内容において徹底しようとするもので、終身日本の歴史地理の授業停止とそれらの教科書、教師用参考書の改修等を命じたものです。教科目教科書については GHQ の指令以前の9月に文部省は独自の判断で軍事戦争に関する教材の省略削除を指示していました。いわゆる黒塗り教科書です。この黒塗り教科書の事実は私が教育を受けていた昭和60年代までは記述がございましたが、現在はその記述すら劇的に減っています。ここで重要なことは、戦後80年の現代において GHQ のこの命令のさまざまな影響がどのように現代に影響を残しているかの検証です。森山市におきましても現在不登校対策や引きこもり対策も抱えている状況でございます。問題の原因は多数あると考えられますが、自尊感情の欠如、自己肯定感の低さが原因として顕著に見られるという報告も多数ございます。文部科学省の資料によりますと、自己肯定感につきましてはこれまでもさまざまな捉え方が示されてきましたが、勉強やスポーツなどを通じて他者と競い合うなど自らの力の向上に向けて努力することで得られる達成感や他者からの評価等を通じて育まれる自己肯定感、自らのアイデンティティに目を向け自己の長所のみならず短所を含めた自分らしさや個性を冷静に受け止めることで身につけられる自己肯定感の2つの側面から捉えることが考えられるとされています。ここで大切なことは、文部科学省も他者からの評価だけではなく、競争から生まれる達成感やアイデンティティ、長所短所を含めた自分らしい個性が重要であると考えていることです。そこで改めまして、アイデンティティとは何でしょうということを考えたいと思います。英語なので国立国語研究所の翻訳から引用いたしますと、アイデンティティとは他者とは違う独自の性質、また自分を他者とは違うものと考える明確な意識、心理学の専門語ではある自己同一性に近いものと解説をしております。行政として重要なことは、アイデンティティとは自分が帰属する社会などを意識して言う場合は帰属意識ということができるということです。例えばコーポレートアイデンティティとは顧客や社員、社会が持つ企業のイメージの統一、ナショナルアイデンティティとは国民が持つ国家像、国家に対する帰属感のことです。
ここで世界数十カ国の大学研究機関の研究グループが参加し、共通の調査票で各国国民の意識を比べ相互に比較している国際調査である世界価値観調査の結果をお示しします。世界各国ごとに全国の18歳以上の男女1000から2000サンプル程度の回収を基本とした個人単位の意識調査です。なおここで取り上げているのは2010年から2014年の調査です。対象58カ国中42カ国の 72% は自国民としての誇りを感じている人が 90% 以上おられます。世界では自国民としての誇りを感じること、つまり愛国心を持つことが圧倒的常識なのです。その中で主要国ではアメリカで自国民としての誇りを感じている人が 91.4% と最も多いことが分かります。日本は自国民としての誇りを感じている人が少なく 71.6% とギリギリ7割を上回る程度です。その他自国民としての誇りを感じる人が少ない国は台湾、ウクライナ、エストニアなど地政学的に干渉国という特殊な状況に置かれた国となっております。主要先進国の G7 諸国をランキング化しますと、アメリカが1位 91.4%、2位イギリス 91.2%、3位フランス 90.9%、4位イタリア 87.4%、5位ドイツ 79.1%、6位日本の 71.6% となっており、アメリカやイギリスと比較しますと約 20% 程度の開きがあるのが現実です。特に日本の値は異常といってほど他国と比較すると低くなっています。下位3カ国の4位、5位、6位はまさに第二次世界大戦の敗戦国であり、戦後に自国の教育を否定され、民族アイデンティティを失った自虐史観を教育で教えられている国々です。もちろんファシズムやグローバリゼーション的な植民地主義、人種差別主義は訂正されてしかるべきものであると理解をしております。日本が第二次世界大戦前の第一次世界大戦後の1919年のベルサイユ講和会議で国際連盟規約に対して人種平等条項を置くように世界各国に先駆けて提案したように、日本は人種差別的な政策には反対であったと理解をしております。 GHQ 占領下におきまして昭和22年4月新学生が開始されますと、歴史、地理、公民教育はいずれも新設された社会科に吸収させました。なので現在でも地理や歴史は社会科の中の歴史的分野、地理的分野として教えられている状況です。 GHQ の目的は日本人に対して修身としての道徳、国史としての日本の歴史、地理を教えないことで、鎖国体制から明治維新を経て大きく躍進した日本が欧州諸国に対抗するまでに成長した発展の経緯と植民地主義を進める欧米に対する適正思想を戦後の日本人に知らせないためであったと理解をしております。事実として GHQ は戦後占領政策の中において日本の書籍の流通から多くの書籍を排斥没収いたしました。目的は対米開戦に至った経緯、フランスが植民地としていたフランス領インドシナ、オランダの植民地オランダ領インドネシア、アメリカの保護国フィリピン、英国ビルマ政府の客観的事実、世界の事実や日本の歴史的解釈を消滅させ、日本を軍国主義としてレッテル貼りを行い、家族や先祖への自尊心、故郷を誇りに思う気持ち、地域を愛おしく思うアイデンティティを削ることが狙いと考えられます。ここで私が一番申し上げたい重要なことは、たとえ戦勝国といえども他国の文化、宗教、教育への干渉は認めてはいけないということです。例えば現在行われているロシア・ウクライナ戦争においても、どちらにおいても仮に戦勝国が敗戦国の文化や宗教、教育への干渉は許されません。しかしそれを GHQ は日本に対して行ったのです。現在同じことを仮に占領国が行えば、国際法も踏まえ考えられない文化的侵略、破壊を占領時代は GHQ は日本に対して行ったということです。結果、愛国心や郷土愛がなくなった現代の日本人は民族のアイデンティティがありません。国家や民族アイデンティティとは、自らの家族、親類、連なる一族や地域との連綿とつながりが歴史文化となって昇華され、自分にとって生きている源流そのもののことです。それが80年前の占領政策によって失わされてしまっているのです。この GHQ が行った敗戦国に対しての歴史や文化、宗教を奪う傍若無人な日本人を洗脳する占領計画をウォーギルド・インフォメーション・プログラムといい、文書の証拠も発見されました。
これは GHQ が行った日本人洗脳政策としての中核をなすものです。文書の原文には各ページの上下に極秘コンフィデンシャルと表示をされていて、日本人には見せたくない文章であることを示しています。ウォーギルドインフォメーションプログラムには、積極的に日本人を洗脳する作戦と、アメリカにとって都合の悪いことを覆い隠す作戦の2つの側面がございます。私はアメリカの行った広島、長崎への非道な原子爆弾の投下、東京、大阪などの大都市の民家への大空襲などの戦争犯罪を忘れることはできません。しかし同様に、その問題を乗り越えて他国を執拗に同時に非難することもありません。何より重要なことは、我が国のその洗脳された根本的教育を取り戻すことです。ウォーギルドインフォメーションプログラムでは、積極的に日本人を洗脳する作戦の基本が書かれていました。123の3部からなっており、第1部は日本の戦争犯罪を定義したものであり、極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判における戦犯訴追の基本をなす非常に重要なものです。東京裁判がウォーギルドインフォメーションプログラムの各ストーリーの一丁目一番地であることを示しております。そもそも戦時下に行われた戦勝国における軍事裁判は、平和に対する罪と人道に対する罪は戦勝国によって作られた事後法であり、事後法をもって裁くことは国際法にも反することと指摘されています。戦後80年において、日本人は極東国際軍事裁判も GHQ が仕組んだ占領・洗脳政策であった事実を知らないといけません。さらに、占領中にアメリカ教育施設団が来日をいたしました。そこで男女共学や教育の地方分権化など、骨格とする報告書を GHQ に提出いたしました。これが戦後の教育改革の中心となりました。その中で、アメリカ教育施設団は個性尊重という方針を打ち出してきました。報告書を受けて、633、小学校6年、中学校3年、高校3年の単線型の学校教育制度が導入されました。戦前の日本は、小学校から実業学校で学ぶことができたり、5年生の旧制中学から医学専門学校に進めたりするなど、選択肢の多い複線型の教育を行っていました。つまり、自分の得意な分野や興味のある分野、向いている分野に進めるという仕組みです。それが GHQ の占領によりアメリカモデルの単線型になったのは大きな変化でした。これは結果的に単線化によって現代の子どもたちは画一化し、偏差値重視が進み、知識習得を中心とする教育になったということです。結果として偏差値重視の教育についていけない子どもたちは落ちこぼれと言われて、大人になっても大きく変わらない学歴ヒエラルキーの中でコンプレックスを持ち、毎日を過ごす幸福度の低い人生を送るようになってしまいました。能力の発達時期の異なる子どもたちを633の単線制度の中で競わせ、偏差値で階層化された学校に進級させることが本当に GHQ やアメリカ教育施設団が提唱した個性教育とは言えないと私は考えております。また、道徳心の欠けた偏差値エリートが社会を動かしていくことはまさに全体主義につながることであり、非常に危険であるとも考えております。現代の子どもたちのアイデンティティを失った教育環境と、偏差値偏重教育と、自分の得意な分野や個性で評価を受ける環境があった複線型教育を失ったことは、まさにウォーギルドインフォメーションプログラムによって描かれた GHQ の戦後占領政策によって命令をされた戦後教育そのものです。 GHQ の洗脳による戦後教育は本当に日本人にとって良かったのでしょうか。今改めて日本人による日本人の子どものための教育が必要なのではないでしょうか。そろそろ80年経ったこの令和の時代に清算を行い、子どもたちの教育を取り戻してあげないといけないのではないでしょうか。私はそう考えております。日本は昭和20年の敗戦の焼け野原のどん底からわずか10年後の昭和30年にはもはや戦後ではないと高らかに宣言ができました。その理由は朝鮮戦争の特需とか貿易とかの外因より、日本人の連綿と続く文化継承、さらに明治維新から日本の教育の底力こそが殖産興業、富国強兵の100年の近代化を成功させたと同じように、日本型教育が戦後復興の一番の重要なポイントであったと私は考えております。実際に昭和20年代から昭和50年代までの経済を取り仕切っていたのは戦前戦中世代であることは間違いのない事実であり、その戦前の教育を受けてきた日本人が戦後の日本の経済復興を成し得たのです。しかしその後戦後教育を受けてきた世代は、景気はバブル景気のように一時良くなったこともありましたが、
現在戦後80年、株価が上昇しても生活満足度の低い国民生活を送らざるを得ない、それも戦後教育のなせる技だと私は考えております。今改めて戦後80年を迎えるにあたって戦後の洗脳教育を見直さなければいけない時期に来ていると私は考えております。そこで私が日本人的道徳的観念として重要だと思う指針を示していただいている文章がございますので朗読をさせていただきます。日本人が日本人として文化を大切にできた時代に生まれた重要な教訓です。それでは朗読をさせていただきます。国民の皆さん、私たちの祖先は国を建て始めた時から道義道徳を大切にするという大きな理想を掲げてきました。そして全国民が国家と家庭のために心を合わせて力を尽くし、今日に至るまで見事な成果を上げてくることもできたのは我が日本の優れた国柄のおかげであり、また我が国の教育の基づくところもここにあるのだと思います。国民の皆さん、あなたを産み育ててくださった両親にお父さんお母さんありがとうと感謝をしましょう。兄弟をいる人は一緒にしっかりやるよと仲良く励まし合いましょう。縁あって結ばれた夫婦は2人で助け合っていこうといつまでも協力し合いましょう。学校なので交わりを持つ友達とはお互い分かっているよねと信じ合えるようになりましょう。また間違ったことを行ったり言ったりするときはすぐごめんなさい、よく考えてみますと自ら反省して謙虚にやり直しましょう。どんなことでも自分一人ではできないのですから、いつも思いやりの心を持ってみんなに優しくしますと博愛の輪を広げましょう。誰でも自分の能力と人格を高めるために学業や鍛錬をするのですから、進んで勉強し努力しますという意気込みで知得を磨きましょう。さらに一人前の実力を養ったらそれを生かせる職業につき喜んでお手伝いしますという気持ちで公世のために人のために働きましょう。普段は国家の秩序を保つために必要な憲法や法律を尊重し、約束は必ず守りますと心に誓ってルールに従いましょう。もし国家の平和と国民の安全が危機に陥るような非常事態に直面したら、愛する祖国や同胞を守るためにそれぞれの立場で勇気を出して頑張りますと覚悟を決め力を尽くしましょう。今述べたようなことは善良な日本国民として不可欠な心得であるとともに、その実践に努めるなら皆さんの祖先が昔から守り伝えてきた日本的な美徳を継承することになりましょう。このような日本人の歩むべき道は我が皇室の祖先たちが守り伝えてきた教訓と同じものなのです。かような皇室にとっても国民にとってもいいものは日本の伝統ですから、いつまでも大事にしてきますと心がけて守り通しましょう。この伝統的な人の道は昔も今も変わることのない、また海外でも十分通用する普遍的な真理に他なりません。そこで私自身も国民の皆様と一緒にこれらの教えを一生大事に守って高い徳性を保ち続けるため、ここで皆さんにまず自分でやってみますと明言することにより、その実践に努めて手本を示したいと思います。長くお話をさせていただきましたが、これは道徳としてこれらの文章に反対される方は少ないとは思います。なぜか、これは日本人が代々引き継いできた道徳的観念そのものです。皇室という言葉にアレルギーをお持ちの方はおられるかもしれませんが、現在も日本国憲法には天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとされています。今回お示ししました日本人道徳的な価値観は今や残念ながら薄れつつあると考えております。昔は子どもたちへの褒め言葉として末は博士が大臣かという言葉がございました。これは子どもたちは小さな頃から自分以外の他人や社会に貢献することが大切なことで誉れあることを親から子どもへ教えられてきました。しかし現代では個性という名の行き過ぎた個人主義を生み、効率化といって物を大切にせず今だけ金だけ自分だけのように背筋主義がはびこるようなことになってしまいました。私は今こそ特性を持った教育が必要であり、それこそが今の子どもたちを救うソフトパワーになると考えております。先ほど私が朗読をさせていただきましたのは明治神宮に書いてある教育直後の現代語訳です。私はここに記載があった日本人としての道徳を取り戻す必要性があると考えております。思い込みや誤解やレッテル張りをせずに私の主張のご理解をお願いしたいのですが、私は開古主義で戦前の大日本帝国を礼賛して大日本帝国の復活を願うとか、そのようなことは毛頭考えておりません。私は日本人としての美徳や道徳心を守り伝えていきたいと考えているだけです。その中の道徳教育でも良いものは良いものとして日本人として残していきたいと考えているだけです。国会の中でも
教育直後の中には今日でも通用する内容も含まれておりまして、これらの点に着目して学校で活用するということは考えられるというふうに考えておりますと答弁がございます。ぜひ日本人が培ってきた道徳観を時代にも引き継いでいきたいと。今回私が代表質問の中におきましてご説明させていただきました内容は、日本人としての特性や倫理観の情勢を今一度日本人の源流に立ち返って歴史的認識から改めていくという必要性を問うものです。森中市長は施政方針の重点取り組み事項として安心して子育てできる環境と支援体制の整備を挙げられておられますが、環境と支援体制はハードと仕組みの問題です。大切なことはいくらハードと仕組みが出来上がっても肝心なのは中のソフト、教育の質が担保されないと森山市民が本質的な安心して子育てを行うことはできません。現在森山市は環境整備と支援体制の充実化を図ろうとしている最中ですが、児童生徒たちが自分自身の本質的な自尊感情を持つこと、自己肯定感を持つことができないと、不登校児童生徒対策は絵に描いた餅になりかねません。子どもたちが大人になっても自尊感情や自己肯定感を持つためにも本質的な自信をつけ、自立する心の醸成を図っていく必要がございます。そこで私は授業の中において日本人が2000年間培ってきた道徳や倫理観の上層教育、郷土の伝統と文化の尊重、国を愛する態度の育成が重要だと考えておりますが、平成29年学習指導要領の中に学校や生徒の実態などに基づき道徳教育の重点目標を設定した充実した指導を重ね、確固たる成果を上げている学校がある一方で、例えば歴史的経緯に影響されいまだに道徳教育そのものを忌避しがちな風潮があること、他教科等に比べて軽んじられていること、読み物の登場人物の心理理解のみに偏った形式的な指導が行われる例があることなど、多くの課題が指摘されていると記載がございます。そこで森中市長にお伺いをいたします。森山市は学習指導要領の指摘のように歴史的経緯に影響され道徳教育そのものに忌避する状況でございますでしょうか。現在は全学年において今週1時間特別の教科道徳が位置づけられております。加えて学校における道徳教育は各教科、外国語活動、総合的な学習の時間および特別活動のそれぞれの特質に応じて児童生徒の発達の段階を考慮して学校の教育活動全体を通じて行っておりまして、当然のことながら議員がご質問されるような道徳教育そのものに忌避する状況にはありません。学習指導要領の中に記載がありますとおり、郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度、我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度の育成は進んでいますでしょうか。学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科におきましては22種類の内容項目を扱っており、1年間で全ての項目について学んでいます。この中には当然のことながらご質問にありました郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度、我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度に関する内容も含まれ、みんな教育を受けている状況でございます。道徳は他の教科に比べて軽んでいる状況でしょうか。学習指導要領にのっとり検定を経て採択された教科書を使用しまして、週に1時間特別な教科道徳の授業を実施しておりまして、他の教科と同様に評価も行っております。また令和5年度6年度のこの2年間は文部科学省と滋賀県教育委員会指定の道徳教育の抜本的改善充実にかかる支援事業を受けて道徳教育の充実を図っているところでございまして、議員ご質問の道徳は他の教科等に比べて軽んじている状況にはありません。以上答弁とさせていただきます。まず質問に入ります前に、昨日の参政党北野平也議員の代表質問に対しまして一言申し上げます。昨日北野議員が呼びかけた道徳観はまさしくあの日本国民を戦争に駆り立てた教育直後そのものです。教育直後は御命御事として絶対に逆らえない天皇の命令であり、この教育直後にのっとった教育によって一旦緩急あれば義勇公に報じ、もって天上無休の幸運を不よくすべしと、戦争になった時は潔く天皇のために命を捧げるべしと教育を受けたこの子どもたちが、本当にたくさんの若者が天皇陛下万歳と戦場に尊い命を散らしたんです。戦後この深い反戦に立って政府によって教育直後は廃止をされました。
戦後80年経とうとするときに、改めて平和の尊さ、戦争を二度と起こさないっていうことを再認識すべきときに、まさかこの議場で教育直後を復活させようとする主張を述べられたということは大変遺憾であり、私は憤りを覚えます。どのような思想を持つかは個人の自由ですが、歴史を曲解する主張を議論をできる場ではない代表質問の場で行ったことに抗議をさせていただきます。道徳は自分の生き方を主体的な判断のもとに行動できる道徳性を培う、こういうことを目的にしております。道徳的価値を個人に強要したり強制することは、まさに道徳教育に反するということを申し添えておきます。以上です。